不動産屋さんの怪談です。私の友人に埼玉県の某所で地元の小さな医療クリニックの受付をしている人がいます。その友人を仮に田中さんとしますが、これはその田中さんがクリニックで体験した話です。クリニックの受付は入り口を入ってすぐ右側にあり、受付窓口にいる田中さんからは真正面に患者さんたちがいる狭い待合室が見渡せました。その待合室の右側が診察室で、さらにその奥にトイレがありました。日頃田中さんは受付内で事務仕事もしていますので、患者さんたちの出入りの際と誰かが受付に訪ねてくるとき以外は、視線は窓口の前の机にある書類に向けていました。最初彼女がこの仕事に就いたばかりの頃は特に感じなかったそうですが、だんだん妙な感覚に襲われるようになったそうです。視線を真下に向けている時、クリニックのドアは開かなかったのに、誰もいないはずの待合室に誰かがいる感じがしたんだそうです。何気なく顔を正面に向けると、そこにはいつの間にか人が一人座っていました。あれ、いつの間にと思ったのですが、まあ気がつかなかったんだろうと思い、特に気にせずまた事務仕事に戻ったそうです。別の日にも同じように人の気配がしたので、顔を上げて待合室を見ると、また別の患者さんが椅子に座っていました。この時もドアが開いた気配は全くなかったので、田中さんは妙に思ったのですが、忙しさに紛れて忘れてしまい、それ以上深く考えなかったそうです。確かに田中さんにとっては違和感があったのですが、毎日たくさんの電話と患者さんが出入りするので、その対応に追われ、そういう些細な奇妙なことがあっても、それ以上考えない習慣になっていったそうです。それからしばらくしたある日、同じように視線を机に向けている時に、小学生ぐらいの子供が入り口の方から突然現れて、目の前を通り過ぎたんだそうです。この時もドアが開かなかったのですが、田中さんはすぐに気がつき頭を上げたそうで、いがぐり頭のグレーのスウェット上下を着た男の子が田中さんをギョロッとした目でじーっと見ながら前を横切っていき、トイレの方に入っていったそうです。田中さんは普通に小学生の患者さんが来たと思い、あの男の子をトイレに行ってから受付に戻ってくるんだなと思いました。すると、そのトイレから他の大人の男性の患者さんが出てきたのでした。トイレといっても一人用でしたから、田中さんは、あれ、あの子はと思ったそうです。そこでその男性の患者さんに、今男の子がトイレに入っていきましたよね、と聞いたそうです。するとその男性は、いや、誰もトイレには入ってきませんでしたよ、というのでした。すれ違ってもいないということで、待合室の他の患者さんも男の子などは来ていないというのです。とても狭いクリニックの待合室ですから、見過ごすことなどありえないのでした。現にその時トイレは空でした。さすがにこの時は狐につままれたような感覚に襲われ、田中さんは少し怖くなったそうです。だからといって実害があるわけでもないので、この気味の悪い出来事は誰にも話さなかったそうです。そんなある日、そのクリニックの税務を担当している男性の税理士さんが訪ねてきたそうです。先生が診察をしている最中でしたので、田中さんが税理士さんの対応をしていました。しばらくして税理士さんはお手洗いをお借りしたいということで、右側奥にあるトイレの方に向かっていきました。すると田中さんはぎょっとしました。その税理士さんの後ろに白いふわふわした光の玉が弾んでついていくのが見えたそうです。それはまるで小さな白い子犬か何かのようで、その税理士さんの後を追いかけていきました。何あの光の玉は、と思っていると、その光の玉もトイレの方へ消えていきました。確かにそれは一瞬のことでしたが、田中さんにははっきり見えたそうです。それで田中さんは待合室の患者さんに、
今光の玉みたいなものがトイレの方に動いていくのを見ませんでしたかと聞いたそうです。すると思った通り、その人は何のことか全くわからないという顔をしていたので、田中さんは慌てて見間違いですと言ってごまかしたそうです。しばらくして税理士さんがトイレから出てきました。そして税理士さんは受付に戻ってくると、唐突に田中さんにこんなことを言ったそうです。実を言うと今朝、妻が流産したんだよ。それを聞いて田中さんはハッとしました。今さっき見た小さな光の玉の正体が分かったように思ったそうです。税理士さんとはそういうプライベートなことまで話すほどの付き合いではないので、どうして急に田中さんにそんなことを言ったのか不思議でしたが、田中さんは税理士さんにはさっき見たもののことは言わなかったそうです。田中さんはあの小さな光の玉は水子の魂だったのかもしれない。このクリニックには霊道があるのか、もしくはこの世のものではないものを引きつける何かがあるのかもしれないと私に言っていました。それからも田中さんの妙な体験は続いています。最も驚愕することは、以前見ていた患者さんでその後他の病院で亡くなったことが分かっている人がクリニックに訪ねてくることでした。その患者さんはいつも座っていた待合室のお気に入りの椅子にいつの間にか現れて座っているんだそうです。きっと最初の頃田中さんが見ていた奇妙な一連のことは、亡くなった患者さんが霊となってクリニックに訪ねてきていたということですね。ちなみに大きな病院ではそんなことはよくあることらしいです。小さなクリニックでもそこで亡くなる人はいませんが、こういう不思議なことがあるんですね。田中さんは私に、うちの先生はとても親切で親身になってくれるからね、と言っていました。今では田中さんも先生もそういう不自然なものを見ても怪奇現象には慣れてしまったようで、あの患者さん亡くなったんだな、と淡々と思うそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。